セキュリティ警告を無視した上司が情報漏洩で損害5億円。女の警告なんて大げさだろ。被害 90% 削減したの私ですが。私は28歳のセキュリティエンジニア。大手 EC サイトを運営する会社で働いてる。うちの会社は顧客数が200万人。月商波50億円を超える大規模サイト。だからこそセキュリティ派超重要。なるほど、大規模サイトか。セキュリティは大事だよね。私の仕事は脆弱性診断とセキュリティ監視。システムの弱点を見つけて対策する。でもうちの技術部長がね、セキュリティを全然理解してないんだよ。技術部長なのに。そう、52歳のベテランなんだけど、古い考え方で固まってる。しかも女性エンジニアを見下してる。それ完全にセクハラじゃん。古い会社あるあるだな。そんなある日、定期的な脆弱性診断をしてた。そしたらやばいものを見つけてしまった。 SQL インジェクションの脆弱性。しかも顧客データベースに直結してる。それってどういうこと？簡単に言うと、攻撃者がデータベースに不正アクセスできる。顧客の個人情報が全部盗まれる可能性がある。わあ、それはまずい。100万人の情報が危ないってことを。正確には登録済みの顧客50万件。名前、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報も含まれてる。クレカ情報まで。これは緊急で対応が必要。すぐに詳細なレポートを作成した。脆弱性の詳細、攻撃手法の例、想定される被害規模と対策方法。全部で30ページの詳細資料。さすがプロだね。レポートには攻撃の具体例も記載した。ユニオンセレクトを使った情報抽出。フォアの常に真になる条件での認証回避。技術的に詳しく説明したつもりだった。そして技術部長に報告に行った。部長、緊急の報告があります。重大なセキュリティ脆弱性を発見しました。はあ、また何か見つけたの？はい、SQL インジェクションです。顧客データベースに不正アクセス可能な状態です。またそんな大げさなこと言って、うちのシステムがそんな簡単に破られるわけない。ああ、話聞けよ。いえ、これは本当に危険です。50万件の顧客情報が危険にさらされています。こちらが詳細なレポートです。30ページ。こんなに書いて、女の子は心配性だね。はあ、女の子？完全にセクハラじゃん。心配性ではありません。攻撃者がこの脆弱性を発見すれば、数時間で全ての顧客情報が流出します。数時間？そんなに簡単に攻撃されるわけないだろ。ダークウェブではこういった脆弱性が高額で取引されているんです。これは実際に存在する脆弱性です。今すぐ修正が必要です。今すぐ？無理に決まってるだろ。開発チームは新機能のリリース前だ。スケジュールが遅れたら誰が責任取るんだ。ですが、これを放置すると情報漏洩が発生する可能性が非常に高いです。可能性が高い？推測でしょ。女は感情的で物事を大げさに言うから。完全にアウトな発言。これ録音してたら一発だろ。感情的ではありません。これは技術的な事実です。レポートに全ての証拠を記載しています。はいはい、わかったわかった。じゃあリリースが終わったら見とくから。リリース後では遅いんです。うるさいな。お前は仕事の邪魔ばかりするな。これ以上うるさく言うなら、お前を別部署に移動させるぞ。どうして私の警告は完全に無視された？こんな上司ありえない。でも、私は諦めなかった。その晩、自宅に帰ってから社長と CTO にメールを送った。技術部長にはメールを送り、社長と CTO を BCC に入れた。おう、賢い。件名は重大セキュリティ脆弱性について。本文には脆弱性の詳細と想定される被害規模を明記。対応しない場合、甚大な被害が予想
的な証拠保全。さらに攻撃検知システムを強化した。 SQL インジエクションの思考を検知したら即座にアラートが飛ぶようにした。最悪の事態に備えて準備は万全にした。プロの仕事だな。深夜2時、私のスマホが鳴り響いた。攻撃検知アラート来た。ついに攻撃が始まった。マジか。すぐにノート PC を開いて状況を確認。 SQL インジエクションの攻撃パターン、しかも高度な手法を使っている。プロのハッカー集団だ。攻撃元の IP アドレスを確認。トアネットワーク経由で匿名化されてる。本気の攻撃じゃん。時間がない。すぐに対応を開始。深呼吸して冷静に対応を開始。まず攻撃のログをすべて記録。ウェブサーバーのアクセスログ、データベースのクエリログ、ファイアウォールのトラフィックログ、すべてを自動でバックアップ。次に影響範囲を特定。攻撃者はすでにデータベースに侵入してる。顧客情報のテーブルにアクセスされてる。このままでは50万件すべてが盗まれる。緊急対応を実施。まず攻撃元の IP アドレスをブロック。次にデータベースサーバーをネットワークから隔離。すべての外部接続を遮断。攻撃検知から15分で対応完了。15分。すげえ。でも間に合わなかった。ログを確認すると約5万件の顧客情報が流出していた。5万件も。でも当初の予想50万件から 90% 削減。緊急対応がなければもっと被害は大きかった。一致すごい。すぐに技術部長と社長に報告した。翌朝、会社は大騒ぎになっていた。情報漏洩がニュースで報道され、顧客からのクレーム電話が殺到。株価も急落していた。大炎上じゃん。損害賠償請求も始まっていた。情報漏洩による直接被害が1億円。信用失墜による株価下落で3億円。取引停止による機械損失で1億円。推定損害額は合計5億円以上。そして技術部長に呼び出された。お前のせいだ。セキュリティ担当のくせに何やってた。なぜ防げなかったんだ。完全に責任転嫁じゃん。部長の責任の彼が見苦しい。私は1ヶ月前に警告しました。部長が対応を拒否したんです。証拠はあるのか。そんな報告受けた覚えはない。ありますよ。すべて記録してあります。来た。その午後、緊急役員会議が招集された。社長、CTO、技術部長、法務部長、そして私も呼ばれた。今回の情報漏洩について説明してもらう。損害額は推定5億円以上。なぜこのような事態になったのか。ここからが本番。血の逆転劇が始まる。社長、これはそのセキュリティ担当の彼女の不手際です。また責任転泊よ。ちょっと待ってください。私は1ヶ月前にこの脆弱性を発見し、技術部長に報告しました。しかし部長は対応を拒否しました。なんだと。そんな報告は受けていない。では証拠をお見せします。証拠その1、1ヶ月前の脆弱性診断レポート。 SQL インジエクションの脆弱性を詳細に記載。想定される被害規模も明記しています。技術部長に直接手渡ししました。それは証拠その2、社長と CTO への BCC メール。技術部長宛てのメールに社長と CTO を BCC に入れて送信しました。完璧な準備だ。一致賢すぎる。件名は重大セキュリティ脆弱性について対応しない場合の甚大な被害も警告しました。確かに受け取っている。私も確認しました。技術部長、なぜ対応しなかったんだ。それはリリース前で忙しくて。証拠その3、深夜の緊急対応記録。攻撃検知から対応完了まで15分。攻撃元 IP のブロック。データベースの確認。すべて時系列でログに残して
じゃん。一致かっこいい。素晴らしい対応だ。彼女がいなければ被害は50万件、損害額は50億円を超えていただろう。技術部長、なぜ1ヶ月前に対応しなかった？対応していれば被害はゼロだったんだぞ。それはその女の言うことなんか信用できなかった。完全にアウトな発言。自分ではカーナ掘ってる。なんだと？技術的な判断を性別で決めたのか？ありえない。彼女は優秀なセキュリティエンジニアだ。この1ヶ月間の警告も完璧だった。深夜の緊急対応も見事だった。それを性別で判断するなど言語道断だ。これはセクハラ、パワハラです。懲戒処分の対象になります。いや、そういう意味では。もういい。今回の件、すべて君の責任だ。会議の結果、技術部長の処分が決定した。今回の件、重大な職務怠慢と認める。技術部長を即刻降格する。一般社員に降格。給料 50% カット。さらに損害賠償の一部2000万円を負担。2000万円に。セクハラ、パワハラについても懲戒処分を課す。そんな、私は30年も。30年いても成長しなければ意味がない。セイロンスキル。社長かっこいい。一方、1分、君に破砕工情報セキュリティ責任者 CISO に就任してもらう。 CISO ですか？君の技術力と判断力を高く評価する。年収が200万円アップ。さらに特別厚労金として500万円を支給する。500万円。すごすぎる。ありがとうございます。弊社のセキュリティ強化に努めます。全面的にサポートする。これからは君の判断を最優先する。その後、全社のセキュリティ体制を大幅に強化。まずセキュリティ監視体制を24時間365日に、専門のセキュリティチームを3名増員。静寂精神断放月時から週次に変更。外部の専門家による監査も四半期ごとに実施。セキュリティ教育も全社員必須に。月1回のセキュリティ勉強会も開催。インシデント対応マニュアルも刷新。攻撃者については警察と FBI が捜査。私が保存したログが決め手となり、攻撃元の IP アドレスからコアネットワークの出口ノードを特定。さらに暗号通貨の送金記録も追跡。3ヶ月の捜査の末、東欧を拠点とするハッカー集団を特定。国際協力で主犯格3名の逮捕に成功。一致すげえ。本当にプロだね。元技術部長は降格後、数ヶ月で退職。一般社員としての勤務に耐えられなかったらしい。給料も半分、権限もゼロ。社内での立場も完全に失った。業界でも噂が広まり、セキュリティ軽視で5億円の損害、女性差別発言で懲戒処分。こういった評判が業界中に知れ渡った。再就職は非常に厳しい状況になったらしい。自業自得だな。今では社内の雰囲気も大きく変わった。性別や年齢ではなく、技術力と実績で評価される環境になった。技術に性別は関係ない。大切なのは実力と信頼。それさえあれば誰でも認められる。そういう環境を作っていきたい。これからも頑張ります。素晴らしい。かっこいい。最後まで呼んでくれてありがとう。ルシオ2。スカッとした。ビッチ。グッドジョブ。ざまあで気持ちよかった。また書いてね。